あなたの人生において、あなたの足はあなたの頭よりもおよそ1秒長く生きることになるでしょう。これは重力による時間の遅れ、すなわち重力時間膨張という現象によるものです。たった1秒の差というとドルに足らないように思えるかもしれませんが、実はこの微細な時間の流れの違いこそが、あなたを地球につなぎ止めている重力の本質かもしれないのです。この現象は単なる理論上の話ではありません。科学者たちは実際に精密な原子時計を使って測定しています。例えば、2010年に行われた実験では、わずか 33cm の高低差でも時間の流れに違いが生じることが確認されました。地球上で高度が高いところほど、重力が弱まるため時間がわずかに速く進むのです。これは山の上と海抜0メートル地点では時間の進み方が異なることを意味します。富士山の頂上に置いた時計と東京湾岸に置いた時計を数年後に比べると、富士山の時計がわずかに先に進んでいるという不思議な現象が観測されるのです。また、宇宙飛行士が国際宇宙ステーション ISS に長期滞在すると、地球上の私たちより若干赤く戻ってきます。なぜなら宇宙ステーションでは地球の重力が弱まり、時間が早く流れるからです。とはいえ、その差は6ヶ月の滞在でもほんの 0.01 秒程度なので、残念ながら宇宙旅行では考えることはできません。映画インターステラーでのように劇的な時間差が生じるには、ブラックホールのような極めて強い重力場が必要になります。今日の動画では、なぜ重力が時間を遅らせるのか、そしてより驚くべきことに、なぜ時間の歪みが重力そのものを生み出すのかについて探っていきます。私たちの直感に反するこの不思議な関係を理解することで、宇宙の基本法則への理解が深まることでしょう。アインシュタインは建物から落ちる人々を想像することを楽しんでいたと言われています。彼自身がそう述べており、彼の最も幸福な思考として月のように描写しています。屋根から自由落下している観測者にとって、重力場は存在しない。これは現在、透過原理として知られています。この原理によれば、重力場内で自由落下しているフレームと、重力がない宇宙空間で浮遊しているフレームとを区別するための実験は存在しません。もちろん、窓のない実験室にいて、空気抵抗がなく、まだ地面に衝突していないという条件付きですが、それ以外では、両方の状況で感じる浮遊感は宇宙の法則から見れば全く同じなのです。同様に、地球の表面で静止している時に感じる重さは、重力場から遠く離れた場所で 1G で加速している時に感じる重さと物理法則の観点からは同一なのです。アインシュタインはこの幸福な思考を1907年、特殊相対性理論で科学革命を始めてから数年後に得ました。この幸福な思考と呼ばれる洞察は、アインシュタインがベルン特許局で働いていた時期に浮かんだものです。彼はこの瞬間を振り返って私の人生で最も素晴らしい思考だったと述べています。当時のアインシュタインは物理学界では無名の人物でしたが、彼の想像力はすでに宇宙の深遠な謎に挑んでいました。彼が思考実験、下段現実験という方法を重視したことは、実験設備がなくても理論物理学に大きな貢献ができることを示しています。思考実験とは実際に行うことが難しいか不可能な実験を頭の中で論理的に考え抜くことです。例えば、ある人が閉じた箱の中で自由落下しているとき、箱の中ではリンゴも人もすべてが宙に浮かんで無重力状態になります。この時箱の中の人は自分が重力場で落下しているのか、それとも宇宙空間で浮遊しているのか区別することができません。アインシュタインはこの単純な思考から、重力と加速度の間に深い関係があることを見抜いたのです。これこそが透過原理の革新であり、一般相対性理論への道を開きました。彼はこの単純なアイデアを完全な重力理論である一般相対性理論に発展させるのに、さらに8年と多くの助けを必要としました。一般相対性理論 GR は、重力の力を時空の曲率によるものとして説明しています。質量エネルギーは物差しの長さと時計の速度を変化させ、それらの変化によって物体が互いに引き合うようになるのです。ジョン・アーチボルト・ウィーラーはこの概念を最も簡潔に表現しました。時空は物質にどう動くかを教え、物質は時空にどう曲がるかを教えるという言葉で表したのです。
ウィーラーのこの言葉は、一般相対性理論の本質を詩的に表現しています。私たちが日常で経験している重力は、実はニュートンが考えたような単純な引力ではなく、地空の幾何学的な性質なのです。これを理解するために、二次元の生き物が暮らす平らなシート世界を想像してみましょう。その世界に重い玉を置くと、シートがへこみます。平らなシート上をまっすぐに進もうとするこの二次元生物は、へこみに近づくと自然と中心に引き寄せられていくでしょう。彼らからすれば何か目に見えない力が私を引っ張っていると感じるかもしれませんが、実際には彼らは単に自分たちの世界の曲がった表面に沿って最短経路、即地線を進んでいるだけなのです。実は私たちの3次元世界も4次元時空の中で同じように曲がっています。その曲がりが私たちには重力として感じられるのです。これは少し想像しにくいかもしれませんが、日食の際に遠方の星からの光が太陽の周りを曲がって見える現象などで実際に確かめられています。これを表現する一般的な方法は、古典的なゴム板状のボールのアナロジーです。ボールはシート上でのみ動くことができ、シートが平らであれば直線上を動きます。しかし、シートが何らかの質量によって曲がっていると、直線は存在しなくなるのです。しかし、ゴム板の例えは良くても粗いアナロジーに過ぎません。一つには、空間の布の極率が重力の原因であるという印象を与えますが、それは図の半分以下に過ぎないのです。物質は空間と時間に曲がり方を教え、時間の極率こそが主に物質にどう動くかを教えているのです。重力と時間の間には深いつながりがあり、重力がは時間の流れを遅くするように見えます。これを重力時間膨張と呼びます。この重力時間膨張は、私たちの日常生活を支える技術にも密接に関わっています。現代の GPS は、この効果を考慮しなければ正確に動作しません。GPS 衛星は地球から約2万 km の高度を飛行しており、そこでは地球表面よりも重力が弱いため、衛星の時計は地上の時計よりもわずかに速く進みます。この差は1日あたり約38マイクロ秒ほどですが、光が1秒間に約30万 km 進むことを考えると、このわずかな時間のズレも一測定には大きな誤差をもたらします。実際、GPS システムはこの相対論的効果を補正するようプログラムされており、もしこの補正を行わなければ、1日で約 10km もの誤差が生じることになります。つまり、スマートフォンの地図アプリがあなたの現在地を正確に表示できるのは、アインシュタインの理論のおかげなのです。科学理論が直接私たちの日常生活に影響を与えている恒例と言えるでしょう。時間の遅れについて理解するために、まず特殊相対性理論の運動による時間の遅れ、運動時間膨張についておさらいしましょう。これは動いている時計がゆっくりと刻むように見えるという概念です。アインシュタインはこれを証明するために光子時計という思考実験装置を使いました。これは完全に反射する無質量の鏡のペアの間で単一の光子が跳ね返るシンプルな装置で、光子が1サイクル完了するたびにカウンターが増えます。光子時計は最もシンプルな時計を表しており、そこから導き出される結論は、他のどんな時計や時間を経験できるもの、実質的には質量を持つすべてのものにも適用されます。なぜ光子時計の例が他のすべての時計に適用できるのでしょうか。それは物質を構成する素粒子間の相互作用がすべて電磁気力を通じて行われ、その電磁気力は光、光子と同じ速度で伝わるためです。例えば、あなたの腕時計の振り子やクォーツ振動子の動き、さらには生物の体内時計を構成する分子の反応速度まで、すべては原子間の電磁相互作用の結果なのです。これを日常的な例で考えてみましょう。野球場でボールを投げるとき、ボールが手から離れた瞬間から相手のグローブに届くまでに時間がかかります。同様に、ある原子から別の原子へこれから動くよという情報、電磁力が伝わるにも時間がかかります。その情報の伝達速度が高速なのです。そのため、光子時計で証明される時間の遅れは、すべての物理的プロセスに影響を与えることになります。もし光子時計がゆっくり進むなら、その場所では人間の心臓の鼓動も、花の成長も、
すべての物理的な時間の流れがゆっくりになるのです。光子時計の1ティックにかかる時間は、光子が移動する距離をその速度で割ったものです。つまり、鏡の間の距離の2倍を光速で割ったものです。しかし、この思考実験の装置が一定の速度で動いているとしましょう。静止している観測者から見ると、光子はより長い経路を通るように見えます。その1ティックの実行にはどれくらい時間がかかるでしょうか。ここで特殊相対性理論の基本原理を適用します。光の速度はすべての観測者にとって、その個人的な速度に関わらず常に同じに測定されるということです。静止した視点から見ると、光子はより遠くまで移動するように見えますが、同じ速度を維持しなければならないので、1回の上下の往復を完了するのにより長い時間がかかるように見えます。同一だが静止している光子時計を追加すると、動いている時計の1ティックに対して複数回ティックするように見えます。そして、この時間の見かけの遅れは、動く実験室内のすべてのものに現れます。しかし、この状況は対照的です。動いている実験室の観測者にとっては、静止している時計がゆっくりと刻んでいるように見えます。これは相対性理論において静止という概念に優先的なものはないからです。彼らは世界を動いているとみなし、自分たちを静止しているとみなします。動きによる時間の遅れは、光の速度の一定性という公理を受け入れれば避けられないものなのです。重力時間膨張を得るために必要なのは、等加減にを2番目の公理として加えることだけです。加速しているフレームでの時間の経過について結論付けることは、重力場においても死んでなければならないということを示しています。加速するフレームを得るために、私たちの思考実験室にロケットを取り付けることもできますが、まずは別の方法を試してみましょう。思考実験室を巨大なリング状の宇宙ステーションに組み込みます。適切な速度で回転させると、遠心加速度によって素晴らしい人工重力が生まれます。物理学者をスペースに浮かべ、宇宙ステーションが回転する一点に止まらせましょう。彼らは非加速または慣性のある参照フレームにいます。また、実験室には光子時計があり、静止している物理学者にも同一の時計があります。どちらの時計の1ティックも非常に短く、その時間間隔内では実験室は完全な円のほんの一部の個しか動きません。その簡単な感覚における2つの参照フレーム間の時間差は完全に理解できます。両方の観測者は相手の時間が遅くなったとみなしますが、完全な回転の後、両方の観測者はお互いの時計が何回ティックしたかを尋ね、静止時計の方が多くティックしたことが判明します。回転するケースでは時間が遅くなったのです。これは矛盾しているように思えますが、解決策はツインパラドックスと同じです。直線上を動く2人の観測者はお互いの時間が遅れて見えますが、その観測者の1人が方向を変えるとすぐに対称性が崩れます。ツインパラドックスでは、近くの星に旅行して戻ってきた双子は、両方がお互いの時計がゆっくりと刻むのを見ることができたにもかかわらず、年を取っていません。地空図を使用して、旅行者が地球上での時間の経過をどのように追跡するかを見ることができます。彼女の現在の瞬間と同時であるという彼女の認識は、折り返し点でひっくり返り、彼女は兄の時計のティックの一部を見逃します。これが回転する実験室の時空図です。今は空間の2次元ではなく1次元です。実験室の時空の経路または世界線はヘリックスで、実験室の今の認識はこの変化する平面です。1次元の空間からスライスを取り出すとより簡単に見えます。今、世界線は正弦波のようなものです。動く時計の一定の時間線が前後に傾き、その線が傾くと静止時計の時計のティックを早送りします。加速の源は関係ありません。下段間実験室にロケットを取り付けても同じ結果が得られます。加速する時計の光子は上部の鏡を追いかけなければならず、上向きの旅の距離を増加させます。下向きの旅では、下部の鏡が光子に追いつき、ダウンティックの距離を減らしますが、全体として線形に加速するフレームの一つの上下のティックの距離は、慣性のあるフレームに比べて大きくなります。では、これらすべてが重力とどのような関係があるのでしょうか。
等加原理は、加速と重力を区別する実験は存在しないことを要求しています。したがって、重力場に立っている人は、正しい半径と速度で回転させられたり、重力加速度に等しい線形加速度で加速されたりした場合と同じ重さの間隔と同じ時間の遅れを経験しなければなりません。両方の公理が真であれば、光の速度の一定性と加速度と重力の等価性、重力場では時間はゆっくり流れなければなりません。慣性のあるフレームと加速するフレームの間の時間の流れの違いを、純粋な特殊相対性理論とそのキネマティック時間膨張と参照フレームのシフトを使用して計算できることに驚かされます。または、等価な重力加速度の重力時間膨張を計算するために一般相対性理論を使用することもでき、同じ答えが得られます。ツインパラドックスの場合、重力時間膨張は、旅行している双子が宇宙船の加速度に等しい一定の加速度を持つ重力緯度にいると考えると、正しい相対的な時間の流れを提供します。その緯度の深さはどれくらいでしょうか？地球までの距離と同じくらいです。だからこそ、加速度が穏やかであっても、この場合の時間の遅れはとても大きいのです。もう一つの注意点ですが、重力場での円形軌道運動は、回転する宇宙ステーションとは非常に異なります。両方の場合で重力時間膨張と運動時間膨張が別々の役割を果たします。シフトする参照フレームと人工重力で同じ数字が得られるのは、宇宙の偶然でしょうか？いいえ、それは時間の遅れの根本的な源が同じであることを示しています。これは素晴らしいですが、私たちは重力時間膨張が物事でなければならないという理由を理解しました。しかし、それは完全に満足のいくものではありません。説明的ではないように思えます。重力場について、時間をゆっくりと刻ませる本当の原因は何でしょうか？おそらく光子や物質を構成する高速の量子成分は、実際には鏡の間または物質を結合する力の間をより長く移動しなければならないため、光子時計や物質は重力場でより遅く進化するのでしょうか？または、重力場の内側にいると、今の感覚が重力場のさらに外側の領域と比較して継続的に前進しているのでしょうか？確かに、これらは両方とも有効であり、これについて考える方法はさらにあります。そして、そのうちのどれも現実に近いわけではありません。それらは、ある意味で、数学を私たちの直感にマッピングする方法に過ぎません。しかし、最終的になぜ重力は時間を遅くするのかと問うことは少し逆向きかもしれません。より良い質問はなぜ遅くなった時間が重力を引き起こすのかかもしれません。これは非常に重要な発想の転換です。私たちは一般に重力が時間を遅らせると考えがちですが、実際には時間の流れの勾配そのものが重力を生み出しているのです。これを理解するために、エレベーターの思考実験を考えてみましょう。宇宙空間に浮かぶエレベーターの中にいるとします。このエレベーターが上向きに加速している場合、あなたは床に押し付けられるような感覚を覚えます。アインシュタインの等加原理によれば、この感覚は地球上で重力を感じている時と区別がつきません。では、この加速するエレベーター内で時間はどのように流れているでしょうか？エレベーターの底部分は先に動き始め、天井部分はわずかに遅れて動き始めます。これは床の方が天井よりもより先の時間を経験していることを意味します。つまり、エレベーター内では時間の流れの勾配が生じているのです。エレベーターの底部ほど時間が速く進み、上部ほど遅く進みます。この時間勾配があなたを床に引き寄せているのです。実は地球上でも同じことが起きています。地球に近いほど時間がわずかに遅く流れ、遠ざかるほど速く流れます。この時間の流れの変化率、勾配こそが私たちが重力として感じているものの本質なのです。これは重力が時間を遅らせるというよりも時間の流れの勾配が重力を作り出すと考える方が正確なのです。宇宙物質による空間の極率は、私たちが感じる強さの重力を与えるには不十分です。あなたは今、椅子に座っていますが、それは時間の極率によって保持されています。つまり、あなたのお尻は頭よりも速くキックしているため、下に抑えられているのです。地
間と重力の間の絡み合った関係を探るとき、曲がった時空では驚くべき現象が起こるのです。物質とエネルギーが時空の形状をどのように変化させるか。そしてその歪みが結果的に重力を生み出す仕組みを理解することは、私たちの宇宙への理解を根本的に変えます。この洞察は天文学にも革命をもたらしました。例えば、ブラックホールの存在予測は一般相対性理論から直接導き出されたものです。ブラックホールとは、非常に大きな質量が極めて小さな領域に集中した天体で、その重力は強烈なため光さえも脱出できません。2019年に人類史上初めてブラックホールの撮影に成功したイベントホライズンテレスコーププロジェクトの成功は、アインシュタインの理論の素晴らしい証明となりました。また、2015年に初めて観測された重力波も一般相対性理論の予見の一つでした。重力波とは、質量の大きな天体が加速度運動をする際に生じる時空のさざ波のようなものです。例えるなら、池に石を投げ込んだ時に水面に波紋が広がるように、ブラックホール同士の衝突などの激しい天体現象が時空に波紋を作り出すのです。この波紋が光の速さで宇宙空間を伝わっていきます。重力波の直接観測に成功したライゴとバーゴの国際研究チームは、ブラックホールや中性子星の合体という宇宙で最も激しい現象を観測することに成功しました。これらの観測結果はすべて、アインシュタインの一般相対性理論の予測と見事に一致しています。このように、一見難解に思える時空の曲がりという概念は、最先端の観測技術によって確かめられているのです。アインシュタインの一般相対性理論は単なる数学的な好奇心ではなく、日常生活においても重要な意味を持ちます。例えば、GPS システムは重力時間膨張を考慮に入れなければ正確に機能しません。地球の表面に比べて軌道上の GPS 衛星では時間がわずかに速く流れるため、このズレを補正しないと、数分で数メートル、数時間で数キロメートルの位置ズレが生じてしまうのです。私たちが普段意識することはありませんが、重力と時間は私たちの周りで常に繊細なダンスを踊っています。あなたの足があなたの頭よりも1秒だけ年を取るという事実は、宇宙の基本的な構造の美しい表現なのです。時間の中に織り込まれた重力の糸は、私たちの存在の基盤を形成しています。私たちが地球上を歩いたり、月が地球の周りを回ったり、惑星が太陽の周りを回ったりすることを可能にしているのは、時間の優雅な曲がりなのです。アインシュタインの革命的な洞察から100年以上が経過した今でも、重力と時間の関係は科学者たちを魅了し続けています。ブラックホールのような極端な重力場では、時間はほとんど停止するまで遅くなり、その境界では完全に停止する可能性さえあります。このような極端な条件下では、私たちの一般相対性理論の理解さえも崩れ始め、量子重力の新しい理論の必要性が生じます。日常生活では重力時間膨張の効果はごくわずかですが、時間の本質についてのこの深遠な洞察は、私たちの宇宙理解の根幹を成しています。なぜ物が落ちるのかという単純な質問への答えが、時間がある場所で他の場所よりもゆっくりと流れるからであるということは、直感的ではないかもしれませんが、これが宇宙の真実なのです。重力と時間のこの奇妙な関係を理解することは、私たちの宇宙の見方を根本的に変えます。私たちは時間と空間を別々のものとして考える傾向がありますが、アインシュタインの洞察が示すように、それらは実際には時空と呼ばれる一つのものの異なる側面に過ぎません。そして、この時空の織物は静的なキャンバスではなく、質量とエネルギーの存在によって絶えず形作られ、歪められる動的なシステムなのです。ですから月に星空を見上げるとき、輝く星々と私たちの間の広大な距離を考えてみてください。光がその距離を超えて私たちに到達するのに何年もかかりますが、その光が通過する核重力場で時間はわずかに異なる速度で流れています。銀河、恒星、惑星、そして私たち自身が作り出す時間の微妙な変化のタペストリーは、宇宙の驚異的な複雑さを表しています。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、
チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。